あれなんかめっちゃいい匂いになるんだけど。これ、自分の好きなコーヒーでやったら、はい、普通にいいかもしれない。はい、どうも。コーヒーに愛された男、かすやです。お久しぶりです。お久しぶりです。4ヶ月ぶりぐらいの。嘘、そんなに？前8月だったんですよ、調べたら撮影。マジ？ 8 月ってだって、まだ JBC の予選ぐらいじゃんね。予選前でこれからっていうタイミングで。そんなに ?4 ヶ月も会ってなかった？まあ、会うは会ってたけどね。会うは会いますけど、撮影自体は。そっか。はい。お久しぶりですね。なんとか繋いできたね。動画。なんか、この前ようやくノーマの動画がそう。半年経ってるじゃん、みたいな。もう、半年前の動画だったもんね。半年後に見ても美味しかったなって思うね。わかるわ。あの感じ。じゃあ、その最後の撮影から今日に至るまでってさ、だって、JBC の予選があって、はい、で、SCAJ があって、はい、あとコマンダンテチャンピオンシップもやってたし、大盛況だったみたいですよね。そう。であと、なんなら俺、キャンプも始めましたしね。いろいろ。そう。キャンプの方を真剣にやろうかなと思ってるんで、今度一緒に行きましょう。ああ、やったー、嬉しい。もうね、ほぼ揃えたよ。もう足りないものないんじゃないぐらい。もう俺、何人かで行っても全員楽しませられる。多分。なのでその辺の動画も楽しみにしててください。今度行きましょう。行きましょう。もう車も買ったし。なんか噂で聞きましたけど。ちょっとそれのお披露目は今度。車も買い、テントも買い、すべてのテーブルとか焚き火用の焚き火も買ってるしね、俺。焚き火できるやつ。本当に薪くべて、焚き火する意識も買って。キャンプファイヤー。あ、そう。最高じゃないですか、それ。で、そこに鍋吊るして、そこで料理できるようにもなってるし。最高。もう、ほぼ完璧っすね。あとは、俺の技術さえ高まればいける。で、タイにさ、超有名なソロキャンやってるインスタグラマーがいて、もうフォロワー200万人ぐらいいるのかなと連絡取れました。だから今度タイに行ったら、ちょっとコラボしようかなと思って、よろしくお願いしますって言ってるところ。なるほど。はい。なので、もうこの4ヶ月ドラスティックにいろいろ変わってますよ。本当に大変。死ぬ。マジで。なんかもう辛い。頑張ります。なんか今日はじゃあその癒しのためにですか？そうですね。まあやってみよう企画。はい。うまくいくかどうかわからないけど、これアロマ蒸留機っていうやつでハリオが出してるハーブウォーターメーカー。ああ、これ結構ね、ハリオ出してるのはみんな知ってると思うんですけど、使ったことない方は多いんじゃないかと。これね、品切れなんですよ、ずっと。今はどうなんだろうな。全然在庫がないって言ってて、はい、なのでなかなか手に入らない、はい、でこれは何やるかっていうと、本当にハーブのエキスっていうの、アロマをこの液体に溶かし込むっていうのかな、蒸留水、はい、結構私好きで作ったりすることなんですけど、ね、なんかバー業界とかね、よくやります。蒸留機使って、そう何か特定の香りを、水にやって沸騰させて、その上った香りがついてる水蒸気を液体に戻すっていうやり方でね、基本は。よくジュニパーベリーとかジンの原料でこれやって、そのジンの蒸留水でエスプレッソトニック作ったりすると美味しかったりしますよね。だからノンアルコールで作れるっていう、そういうテクニックがあるんですよ。で、これで俺思ったんです。やっぱコーヒーの香りをこれで作りたいよねっていう。で、コーヒーの香りってすごくいいけど、普通に火にかけちゃうとさ、ただスモークな感じになっちゃうじゃん。はい、じゃあこれ使ってパナマの芸者を蒸留させれば最高になるじゃんみたいな。というわけでやってみます。結果どうなるのかちょっとドキドキワクワクですけど。なんかさ、結構こういうのやってる人たちいるけど上手にいかないっぽいんだよねってとこまで分かってんのにやるっていう。ちょっとやってみたいですね。しかもパナマの芸者でっていう。そう
なんかそのコーヒーでやってもあんまりいい結果にならないってよくあるじゃん。はい。なんか結局ただなんかそのシングルオリジンらしい味っていうか香りは取れなくて、はい、ただなんかコーヒーっぽい香りになっちゃう、はい、それは使ってるコーヒーが悪いんじゃないみたいなそこが俺はすごくいいコーヒーを使ってみる。でもさこれがうまくいったらさ結構そのやっぱコーヒーの香りっていうフレグランスとか、はい、キャンドルとかいろいろあるけど俺らからするとまあ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 みたいな、なんかコマーシャルコーヒーの香りじゃん。わかります。まあ、いわゆる一般的な誰もが想像するコーヒーの香りっていうところですよね。まあなんか缶コーヒーに使われてる香料みたいなもんでさ、ああ、わかりやすいですね。そうじゃないじゃん俺らの言ってる香りって、はい、で今用意してるのがこのパナマゲーシャ、まあ、うちがよく買ってるアブめっちゃいいやつですのゲーシャのウォッシュとでもうめっちゃいい匂いするからこれですよ。ちょっと発酵効いてるような感じですか？いやこれは効かせてない。もうトラディショナルなウォッシュとでいわゆるゲーシャフレーバー、すごいフローラルでちょっとグレープフルーツっぽいしかもそれが甘いグレープフルーツの香り、はい、こんなフレグランス作れたら最高じゃん。もう幸せですね。なんかだからこれがうまくいけば幸せになれるというわけでやってみましょう。はい、用意するのはこれで、これね多分原理としてはここにこのキャンドルを、まあ、火にかけるわけなんですよ。それで蒸発させてそれを冷やしてまあ結露させるって考えればいいよね。そうですね。はい。なのでそれをこれで火をかけるんだけどここにハーブを入れろっつってんの。じゃあ俺らの言うハーブってこれだから。あ、しかもさ茶粉ちゃんと取り除く。あそこをちゃんとそこはちゃんとやってみる。バリスタとしてね香りのプロではないけどコーヒーのプロとして茶粉は取り除きました。やっぱ茶粉って渋さを作る原因になりやすいから茶粉を取らないと、ここさ沸騰させるってことだから、まあ沸騰というか蒸発させるので火にかけちゃうから、ちょっとそこはね取ります。で 10g ぐらいここ測っといたんで、そんでこのくびれの部分にこの受け皿を置くみたいです。あ、なるほどね。ここに受け皿を置いてここに水滴を垂らすんだ。おー、なるほどね。でちょっとここの端っこから熱湯を入れろって書いてます。でもこれなんかね、さっきね上松くんと見たけど熱湯ってどのぐらい入れんのっていうのは分量、お水のそうですよね。書いてない。注油量が書かれてなかったですよね。パッと見では。なんかくびれ部分まで注げって書いてる。あ、そういうことか。ここまで入れろってことなんだって。ああ、なるほどなるほど。なるほど。わかった。いい匂いするわそりゃうまくなるでしょう。でこれをその受け皿の上に置くと、これをねこれをここにセットすると、ほらここの三角のここの部分に蒸発した液体がここに氷今から入れるから冷やされて水滴がここからポタッポタって落ちてこのちっちゃいフラスコに入るっていう原理。なるほど。よく考えられた。ね。蒸留機はこんな感じですけど、昔からね。すごい、でもこれなんか、さすがハリオさん。すごいよね。上にじゃあ氷をセットします。氷ないじゃん。あれないのかな。というわけで氷がやや足りなさそうなので、
パラゴンを一緒に使おうかなと思います。俺自分のチャンネルでパラゴンの検証もしたことないのに全く違うことの検証にパラゴンを使う。超贅沢なパラゴンを使う。すごい。意味あんのかこの氷。そのパラゴンだけでいい気もしますけどね。今、こんだけパラゴンが入ってれば。確かに。なんかじゃあ、ちょっとクラッシュされてる系だけ。準備が。はい。ちょっと待て。どうやって火をつける？今、ガス台から直接植松くんがやってくれました。こんな弱い火でやんの？まあ、キャンドル。すごっ。なんかあれですね、夜寝る前にこれ仕掛けて、このキャンドルの火を見ながら、でもなんかそれすごい火事になりそうで怖い気もしますけど。確かに。それ寝タバコと一緒だもんね。すごい。これで、ひたすら、だから最初に熱湯を入れろって言ってんだね。沸騰させらんないもんね、こんなんじゃ。その方が絶対、ろうそくのね、この一本では無理がありますよね。でもこれ、いい時間だね。まあ、楽しみ方としては。というわけでじゃあ、これ、2、3時間で、ハーブウォーター、約20ミリぐらいが作られるということなので、じゃあ、その間、あれですね。違う撮影しましょう。そうしましょう。では、約ここから2時間後。もっと多分やれば、もっとハーブウォーターっていうかこの芸者ウォーターが手に入ると思うんだけど、そんな待ってらんないし、もういいよねっていうことで、実験結果、見ていこうかなと思います。すごいね、これね。これ取ったらもうね、香りが抜けちゃうから、もうそこで実験が終わりなんで、取りますね。こっから。滴ってますね。これが、やっぱ、ちゃんと湯気出てるよ。雫が、落ちるのか、落ちないのかい。落ちねー。どっちなんだみたいな感じ。これ、指で取ってみようかな。香ってみようか。めっちゃアブの匂いするんだけど。本当ですか？すごい。舐めてみるわ。普通にアブの本当ですか？粉で嗅いでたあの香り。すごっ。これめっちゃ期待できるんだけど。あれ？これすごいんじゃない？じゃあちょっとこのシュッシュのやつに移し替えます。結構取れたね。20ミリぐらいはいってんのかな。すごい。結構入ったよ。半分ぐらいまで。確かに結構取れましたね。なんかイメージ。結構取れるね。これすごいな。ちょっとじゃあ、この辺で香ってみますね。いきます。出てますね。さっきの手で匂いを確認した時よりか、なんか普通。あれ？試しにちょっと手の甲とかにちょっと香水みたいなね。香水みたいにつけてみるとどうですか？あれ？なんかめっちゃいい匂いになるんだけど。本当ですか？これ自分の好きなコーヒーでやったら、普通にいいかもしれない。ただこれ相当効果は低い気がする。持続時間は。でもどうなんだろうね。しっかりコーヒーの香りするよ。でしかもすごい。いわゆるコーヒーじゃなくて、ちゃんと今回使ったパナマの芸者のウォッシュとの匂いする。
ちょっとなかなかいいかも。これエチオピアのナチュラルとかすっごい強いアロマでやった方がいいかもね。これ繊細なやつよりわかりやすい。そうすんごいやつでやった方がいいかもしんない。もう一回追加でやっとくけどまだキャンドル光ってるし。でもこれいいよ。ちょっと嗅いでみてほしい。じゃあ、はい。いきます。はい。じゃあ、嗅いでみますね。お、本当だ。なんかちゃんとコーヒーの、はい。いわゆるコーヒーじゃなくて、シングルオリジンらしい香りあるよね。そうですね、ありますあります。すごい。普通のコーヒーっていうんじゃないですね。ちゃんとこの豆の特徴がある程度現れてる。はい。なんかこれエチオピアナチュラルとかすっげえいいやつでやったらさ、すげえフルーティーな。なんかなりそうなりそうだよね。そしたら、この持続しないんだったら、例えばなんか最近無印とかでも売ってるけど、寝るときに枕とかその辺にシュッてちょっとやる。ありますよね。あれの使い方良さそう。確かに。寝る前に。めっちゃパナマ。めっちゃ芸者。これすごいんだけど。いや、ここまでこうちゃんと香り出るとは思わなかったですね。ね。すごいよ、これ。手間はかかるかもしんないけど、でも別に粉にしてお湯入れて火つけるだけだからね。あと2、3時間待つだけでしょ。なんかハリオのランプワークファクトリーで現物ご覧いただけるみたい。って書いてるね。で、取り寄せができる。ああ、なるほど。だもう受注生産に近いのかも。出来上がった芳香蒸留水は化粧水や入浴料として使えるんだって。ああ、これもうこのまんま入れちゃうっていう。入れる？はい。まあ、化粧水としてとか。そうだね。確かに確かに。だから、あれか。化粧水にちょっと混ぜるみたいなのもありだしね。じゃあこれめっちゃ売れてんだね。売れちゃいてんだ。売れすぎちゃってんだね。なんか楽天とかでも買えるっちゃ買えるけどね。ハリオじゃないと思うんだけど、ハリオの楽天なのかなこれ。やっぱ違うわ。でも22,000円です。定価も。定価も。で、楽天とかそういうところでも買おうと思えば買えます。ハリオのハーブウォーターメーカーっていう。すごいんだよ、ハリオのランプワークファクトリーって。ガラスの。ね、あれですよね、ガラスの。すごく、今人気でさ、はい、羽田空港にも出してるしね。あ、そうなんですね。第3ターミナル、新しくなった。そっかそっか、最近国際線も第3結構出てますから。もう今、羽田だよね、ほとんど。というわけで、ハーブウォーターメーカー、やってみよう。これ大成功じゃない？まあ、大成功だと思います。なんかすごい、今もまだつけたのちょっと匂いね、軽く匂います。なんていうんですか、ちょっとリフレッシュにいいね。空間とかにずっといると、こう衣服にちょっとコーヒーの匂いがするじゃないですか。なんかちょっとあれに近い感覚かなっていう。そのぐらい。はい。まあだから本当にコーヒーが好きでっていう人にはちょっとやってみてほしいかも。しかも 10g しか使ってないからね、今回ね。だから結構割いいというか、すごくコスパがいい気がする。あとはこれをちゃんともうちょっといいの使って。いや、マジ普通に芸者の匂いするわ。なんか気分転換にいいね。なんか仕事バーってやって、疲れたなっていう時に、スッてやって。なんか自分でコーヒー入れるまでもない時にこれをやるとか、別にコーヒー飲みたいわけじゃないんだよなっていう時に、こういうリフレッシュの仕方ができるんじゃないかと思います。買えないみたいなんで、無駄な紹介かもしれませんけど。まあ別にこれ以外にもさ、蒸留機ってあるから、ぜひ皆さんやってみてください。というわけで、コーヒーに愛された男、粕谷でした。お疲れ様です。